皆さんこんにちは。このアウディ A3 セダンをローダウンしようと思います。ローダウンするにあたってダウンサスにするか車庫調にするか迷いますよね。そこで使用用途に合わせて購入したいと思います。私の自宅では駐車場の入り口付近が坂になっており、少し勾配があります。そこで車高を調整できるように車庫調を組むことにします。私のチャンネルでは軽バンやミニの改造動画を投稿していますので、興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。新品のリーズナブルな車庫調を見つけました。ZSS という車庫調で全長調整式のフルタップ式です。フロントだけ減水力調整がついています。リアはトーションビーム式でショックの長さを調整できます。送料を入れても8万を切るのでめちゃくちゃ安いので性能はどうか心配になりますけど、ドリフト使用者にも定評があるので取り付けてみたいと思います。注文して3日で届いたので配送がとても早かったです。開封して不良品や欠品がないか確認します。すべて揃っていました。六角レンチが入っていたのは良心的ですね。それでは車庫調を組んでいきますので、最後までぜひ見ていただきたいなと思います。まず最初にアウディのホイールキャップは穴が開いており L 字の六角レンチで引っこ抜くように取ります。ジャッキアップする前に T 字のレンチでボルトを緩めておきます。センターでジャッキアップをしたかったのですが、フロアジャッキが上げにくかったので、サイドから片方ずつ上げていきます。ジャッキアップして馬を買ったら、次はボンネットを開けます。ワイパーの下に水切りがついているんですけど、両サイドから外していきます。クリップで止まっているので、引き抜くように外していきます。車庫調の方に減水力調整のダイヤルがついているため、逃がしのために丸くカットします。アウディ・フォルクスワーゲン系は、なぜか水切りカバーがアッパーマウントのところまで来ているのが、脱着の手間が増えるので、そこが不満ですね。逃がし穴を開けたらカバーがゴムで止まっているためゴムを外していきます。真ん中のカバーを外すにはワイパーを外さなくてはいけないんですけど、手間を省くためにズボラなやり方なんですけど、バンキを挟んでボルトにアクセスできるようにします。カバー下の桶はクリップとボルトで止まっています。六角のナットを 13mm のソケットで外します。アッパーマウントのところもカバーがついているので内張り剥がしで簡単に取れます。ストラットが止まっている上部の3箇所を 13mm のソケットで少し緩めておきます。ロアアームが下に3箇所止まっています。16mm の六角で止まっているのでナットをメガネレンチで外していきます。ドライブシャフトが 24mm のトリプルスクエアのボルトで 1G で締め付けてあるのですが、これがめちゃくちゃ硬くてですね、力ずくで緩めようとしたんですけど腰を痛めました。力が入らなくなってきたので文明の力に頼ります。ジャッキとインパクトを使って緩めていきます。オリジナルのやり方ですので安全上あまりよろしくないので真似はされない方がいいでしょうね。工具の扱いを少々荒っぽいやり方するので工具屋さんに怒られたりするのですが、職業柄私建築職人をやってまして少々荒っぽいのはご了承を願いたいと思います。ドライブシャフトのボルトが外れたら、スタビリンクが 18mm の六角ナットで止まっているので、メガネで外していきます。ここでもちょっとズボラなやり方なんですけど、テコの原理で緩めています。これが工具屋さんに怒られるやり方ですね。工具の扱い方によっては破損したり事故が起きたりするので気をつけた方がいいですね。ナットが外れたら次にストラットを
止めているトリプルスクエアの 14mm のボルトで六角ナットが 18mm で止まっています。六角ナット側に 18mm のメガネをかけておきます。このトリプルスクエアの 14mm のソケットを持っていなくて、アストロプロダクツさんに買いに走りました。ついでだったので 18mm まで全サイズ揃えておきました。イレギュラーがあるといけないので買い揃えておくといいでしょうね。ナットが外れたらボルト側は簡単に抜けます。ストラットは上と下に2箇所でボルトで止まっていますね。ナットとボルトを外してもまだストラットは抜けません。この段階でロアアームのボルトを外しても大丈夫です。ここからストラットを外す専用工具が必要となってきます。SST というフォルクスワーゲン、アウディ系の専用ですね。つかみ部分を緩めるための工具ですね。つかみ部分が緩んだらソケットだけをそのままの状態にしておきます。ドラシャとハブを外してジャッキをゆっくり下げてきたらストラットの下の部分は抜けます。上部に止まっているアッパーマウントのボルトを外して抜き取ります。左が車外の車長で右が純正のストラットです。試しに純正と同じぐらいの全長にしてみて、ノギスで測ったらシートの間がだいたい 60mm ぐらい。この状態で取り付けてみて純正と同じ車高になるのか見てみます。ご丁寧にキャップがついていたので外します。ナットとワッシャーも取っておきます。アッパーマウントの向きを合わせないと穴位置が合わないのでしっかり合わせます。とりあえず仮止めの状態で手締めで緩めに締めておきます。ストラットが外れた状態なのでジャッキを上げてストラットをはめていきます。しっかりはまったのを確認したら次に SST を外していきます。ストラットのボルトナットを取り付けていきます。ドライブシャフトのアウターをディスクブレーキ側にはめていくんですけど、これがなかなか山が合わなくて少し苦戦しました。はめやすいコツとかを知っている方が見えたらぜひ教えてください。こういった YouTube や SNS で情報交換ができるようになったっていうのはいい時代になりましたね。スタビリンクは純正を戻します。車高を落とした時に純正が長すぎたら車外の調整式スタビリンクに交換しようと思います。足回りの部分を外した時はゴムブッシュの状態を確認するといいでしょうね。亀裂なんかが入っていたら交換できますしね。今締め付けていってるんですけど、基本締め付けトルクは 1G なんですけど、感覚だけで締めていっています。反対の左側も同様の作業なのでスキップします。左右つけたらカバーを戻してフロントは終了です。こちらは左側ですね。減衰力の調整ダイヤルはマックスの固めにしておきます。外車はほとんどがボルト止めなのでタイヤ交換は結構腰にきますね。国産車の方がいかに楽かっていうのが分かりますね。ここからはリアの交換作業に入っていきます。リアのショックを交換するためにインナーハウスを外します。トルクスビスが8箇所、クリップが3箇所で止まっています。トルクスビスは T25H を使用します。クリップは小さな爪があるのでマイナスドライバーで起こしてあげます。
少し大きめの内張り剥がしで外します。クリップの裏側は引っ掛けて留めるタイプになっています。すべて外し終えたらインナーカバーを外していきます。ロアアームの六角ボルトナットを 16mm のメガネとモンキーで緩めておきます。ショックも同様に 16mm のボルトナットです。リアのスタビがこちらなんですけど、スタビを留めている六角ナットが 13mm なので 13mm のメガネをかけておいて、ボルト側は六角レンチの 5mm で共回りしないように押さえながらメガネを回します。スタビリンクも外した方がやりやすいので、モンキーとメガネレンチで外していきます。ジャッキを下ろすと簡単にバネが取れるようになります。ショックは 16mm の六角ボルトで止まっています。左側はメガネレンチで外しましたが、右側はボルト付近にボックスがあったため 16mm のロングソケットで外しました。純正ショックにカバーがあるんですけど、これも内張り剥がしで簡単に取れます。リアショックのアッパーマウントは 14mm の六角のナットで止まっています。これを外すにはロングのソケットかプラグレンチがいりますね。アッパーマウントを外したら車外のショックの方に付け替えます。先ほど外したカバーを車外の方のショックに取り付けます。ショックの長さは一番短めにしてあります。スプリング側のシートも一番短くしてあります。リアは全下げをどこまで下がるか試してみようと思います。トーションビーム式の車庫長はあまり下がらないって聞いたことがありますので、本当なのか試してみたいですね。取り付けは外した逆の手順からやっていきます。ショックをつけてからインナーハウスを取り付けます。ジャッキを上げてロアアームの方のボルトナットを取り付けます。次にスタビリンクの方を取り付けます。ショックの方を先付けるとスタビが取り付けにくくなるので、スタビから付けた方がやりやすいです。ここでは純正のスタビライザーをそのままつけていますが、サーキットとかを走る人なんかは車外の強化スタビとかに交換したらいいかもしれませんね。脱着の手間も減りますしね。リアのスタビのところは作業スペースがちょっと狭いので少し時間がかかりますね。ショックの穴に合わすときにジャッキの位置が良くなかったため、バネ側の方に移動させています。ぴったりと水平になる位置がなくて、ある程度穴があった時点でボルトを入れてゴムハンで叩いてますが、これもあまり良くない方法ですね。
反対側も同様の手順なのでスキップします。これで左右両方とも取り付けは完了しました。アルミを取り付けた時点でもうすでに低くなっているのがわかりますね。フロントはノーマル車高よりも上がっているような気がしますね。リアは思ったより下がっていて、タイヤが若干被っていますね。リア側はメジャーで測ってみたんですが、だいたい1センチぐらいタイヤが被っています。フロントは7センチぐらい隙間がありますね。フロントはリフトアップしてますね。全長あと 60mm 下げれるのですが、全下げしてもあまり下がらないかもしれませんね。はい。というわけで、今回アウディの車庫帳を取り付け完了できました。今回取り付けた工具がこちらになるんですけど、使用した工具が最低限必要だったのがこちらですけど、輸入車の場合はトルクスやトリプルスクエアの工具が必要となってくることがあるので揃えておくといいですね。この中でもロングソケットの14、16、17mm は絶対いります。ないとできないので、あらかじめ買っとけばよかったなと思いました。それからダウンサスだけの交換ならば、あとスプリングコンプレッサーがいります。今回は使いませんでしたが、あると便利です。あとフロアジャッキと大きめのパンダジャッキを1台ずつあるといいですね。私自身足回りは国産車やミニは交換したことがあるんですけど、今回アウディは少し難しかったですね。難しいというか、若干手間なところがあったりとか、ちょっと構造が違ったりしていて戸惑うところが多々ありました。あとやっぱり工具がトリプルスクエアだったり、トルクスビスだったり、ストラットを外す専用工具だったり、そういったものが多少いりましたので、ないものは買いに走ったりしました。これから少しずつ車高や減衰力調整をいろいろ試してみて、車高が定まった時点でアライメント調整を取ってみようと思います。アライメント調整は正確に調整してもらうために業者さんにやってもらおうと思います。車庫帳の乗り心地とか次の動画でインプレッションしてみたいと思います。フロントの車高はかなり上がっています。全上げしたらリフトアップできそうですね。リアは全下げなのでだいぶ落ちてますね。こうやって見るとケツ下がりのローライダーみたいですね。とりあえずの取り付けだけのセッティングなので、車高はフロントをもう少し下げて全下げでもいいかもしれませんね。リアはもう少し上げたいと思います。それから私の動画で違法改造を助長させる的なコメントがあったんですけど、違法改造を決して進めているわけではありません。最後までご視聴ありがとうございました。